どうも皆さんこんにちは。繁盛株式会社の木野です。本日は動画撮影や動画編集時に必要な知識、フレームレートについてお話ししていきたいと思います。初心者の方でもカメラや編集ソフトの設定画面で 30fps とか 60fps みたいな数字をご覧になったことがあると思うのですが、これがまさにフレームレートのことです。動画というのはそもそも何枚もの画像が連続して表示されることで動いているように見える、いわばパラパラ漫画みたいな仕組みになっています。そして FPS というのは Frames per Seconds の略称、つまり1秒間に何枚の画像を表示するのかという単位になっています。つまり 30fps というのは1秒間に30枚の画像を表示させているという状態になります。この 30fps というのがテレビや YouTube などでのオーソドックスな表示形式になります。では 60fps の動画はどうなるかというと、なんとなく想像がつくかもしれませんが、1秒間で表示する画像の数が多くなるので、より滑らかな動きの動画になります。だったら 30fps ではなく常に 60fps にした方が良いのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、人間の目はおおよそ 30fps ぐらいの感じでものを見ているので、 60fps 以上の場合ですと違和感を感じることもあります。これは撮影する対象物によっても大きく変わってくるので、実際に様々なものを撮影してみるのがおすすめです。今は iPhone とかでも設定を変更して撮影することが可能です。ただ 60fps 以上での撮影は滑らかさだけがメリットというわけではなく、スローモーションの動画を制作するのにも必要になってまいります。例えば 30fps で撮影した動画を半分の速度で再生しようとすると、1秒間に使える画像が15フレームしかないので、カクカクした動画になってしまいます。60fps で撮影した場合であれば、半分の速度で再生する際にも30フレームの画像があるので、違和感なくスローモーションにすることが可能です。同じ理論で 120fps で撮影する場合には4分の1の速度、240fps で撮影する場合には8分の1の速度までスローにすることができます。では次に逆に 30fps よりもフレームレートを下げる場合です。今の話だと下げるメリットがあまりないように感じられたかもしれませんが、実は 24fps も非常によく使われるフレームレートになります。理由としては映画に使われるフレームレートが 24fps だからということに関係しています。もともとは映画のフィルムの技術的な理由によって 24fps というフレームレートが採用されていたのですが、今ではそれが映画的表現としてしっかり定着しています。そのため映画以外の動画の場合であっても、例えば YouTube やミュージックビデオなんかでもあえて 24fps で撮影することもございます。そんな感じで制作する動画によっても適切なフレームレートというものは変わってまいりますので、何が正解ということではないのですが、ただ一つ注意点としましては、例えば2人で2カメで撮影するような場合であれば、必ずフレームレートの設定は合わせるようにしておきましょう。演出上の理由で意図的に設定を変えるパターンもあるにはあるんですが、基本的にはそこを揃えておかないと、絵が変わるたびにとても違和感のある動画になってしまいます。はい、ということで本日は動画のフレームレートについてお話しさせていただきました。もし分かりづらかった点などがございましたらコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。